通勤通学中の皆様おはようございます。プクタの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、ジョニー・デップの話題になります。なんとですね、今回このジョニー・デップが対アンバー・ハードの裁判についてインタビューを受けたというんですね。そもそもですね、こういったインタビューというのが非常に珍しいため、こちらが大変話題になっております。本日は一体彼が何を語ったのか、さらにはですね、この裁判、日本人の方はほとんどその詳細を知りません。今回はね、一体何が起きていたのか、そのあたりの詳細も含めて詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、皆さん今回ですね、ジョニー・デップがアンバー・ハードとの裁判についてインタビューを受けたんですね。でこういったインタビューを受けること自体がね、非常に珍しいということで、こちら、各社ね、これを伝えているというような状態になっています。で、今回ね、このジョニー・デップが一体何を語ったのかというのはもちろん見ていくんですが、このジョニー・デップとアンバー・ハードの裁判について、以前ね、こちらのチャンネルでも少し触れたことは触れたんですが、この内容についてはですね、日本の皆さん、ほとんど知りません。結構詳しいと思っている方でも、実際はその全容というのをほとんど分かっていないというのが現状なんですね。というのも、日本に入ってきていない情報というのがあまりにも多いため、この裁判についてはね、ハリウッドの大物スターが若いハリウッドのどうしようもない女優に虐待を受けていた。こういった筋書きになって伝わっているんですね。皆さんそう思ってませんか？ただ、実はですね、この裁判、全然違うんですよ。そんな単純な話ではないんですね。本日はそのあたりも含めまして、いい機会なんでね、振り返っていければと思っております。ジョニー・デップ、アンバー・ハードとの裁判中に、MeToo 運動のクラッシュテストダミーだと自らを称す。ということで早速ですが、こちらですね。クラッシュテストダミーとあります。こちらが本日のキーワードになります。本日こちら用語の解説になりますが、ここまさにありますね。クラッシュテストダミーと。クラッシュテストダミーとは、交通事故の際に人体の寸法、体重の比率、関節の動きを模擬する実物大の人体模型である。研究者や自動車、航空メーカーは、このダミーを使って、衝撃事故で人間がどのような怪我を負う可能性があるかを予測する。ということでね、こちらのクラッシュテストダミーですが、ここにね、写真が見えております。これね、ダミー人形のことなんですね。で、この日本語を直訳するとダミードールとなるんですが、英語圏ではね、このように言いません。このダミー人形のことをクラッシュテストダミーというんですね。もしくはダミー。どちらかですね。ということで、日本語とはね、かなり言い回しが違うんですが、このクラッシュテストダミーというのはダミー人形ということになります。ということで、こちらは、ジョニー・デップ、アンバー・ハードとの裁判中に、MeToo 運動のダミー人形だと自らを称す。元妻、アンバー・ハードとの関係、そしてその後に続いた名誉毀損裁判を振り返りながら、ジョニー・デップが当時の自身の人生について率直に語っている。イギリス紙サンデータイムスの希少なインタビューの中で、この俳優は2016年にハードが離婚を申請し、自分を家庭内暴力の加害者として告発した件について、自らを MeToo 運動のダミー人形だったと表現した。ね、この裁判については皆さんご存知ですよね。もう本当にね、世界中で大騒ぎとなりました。ジョニー・デップのね、元妻だったアンバー・ハードが、ゾンビランドでジェシー・アイゼンバーグにぶん殴られた人ですよ。このジョニー・デップに虐待されたと、このような主張をメディアで展開したんですね。そしてこれにまつわる大きな裁判というのが2つ起こされました。この告発は世間の注目を集めた2つの大きな裁判に発展した。2018年、デップはイギリスのタブロイド紙ザ・サンが自分をワイフビーター、これ妻を殴る男という意味ですね。ワイフビーターと呼んだことに対して名誉毀損で訴訟を起こした。しかし2020年の裁判で裁判所はザ・サンの表現は実質的に真実と判断し、デップは敗訴した。このね、2つの裁判のうちの1つ、これはイギリスでジョニー・デップが起こした裁判だったんですが、ここではこのジョニー・デップ、ザ・サンに負けてるんですね。さらに2019年、デップはワシントンポストに掲載されたアンバー・ハードの意見記事をめぐり、名誉毀損で彼女を提訴。その記事でハードは自分を家庭内暴力を象徴する人物と表現していた。そして2022年、全米中継された裁判の末、陪審団はハードの名誉毀損責任を全ての争点で認定し、デップの勝訴となった。一方、ハード側の反訴についても3件のうち1件でハードの主張が認められた。ということで、2つ目の裁判がこれですね。これはアメリカで起こされたものですが、このアンバー・ハードはですね、自分が家庭内暴力を受けてきたという話をワシントンポストに論説として提供するんですね。で、この中ではジョニー・デップという名前は出ていなかったものの、みんながね、このアンバー・ハードの夫はジョニー・デップだと知っていたため、誰でもそれがジョニー・デップだと想像できるような内容だったんですね。これにより、
このジョニー・デップはアンバー・ハード相手取って名誉毀損訴訟を起こしたと。そしてこの裁判ではジョニー・デップが勝訴し、一部ね、ハード側も、反訴において主張は認められているんですが、この陪審団はですね、このハードの行動というのがあまりにも悪質だとして、追加でね、罰金も課しています。これは陪審員の裁量で、その訴えを起こしているジョニー・デップとは無関係に、彼自身がそれを求めていなくても、追加で罰金を課すことができるんですね。それぐらい悪質だと判断されたと、こういった結果になりました。自身の極めて私的な生活を世間にさらすことになったにもかかわらず、なぜ裁判に踏み切ったのか。その理由についてデップは新たなインタビューでこう語っている。もう十分すぎるほどだったんだ。自分を半ば切り裂くようなことになるとは分かっていたよ。みんながそのうち収まるさって言ってたけど、そんなのは信じられなかった。何が消えるって、世界中にばらまかれたあの作り話がか？そんなわけないだろう。もし俺が真実を語ろうとしなければ、それはつまり俺が本当にやったってことになってしまうんだ。そしてそれを俺の子供たちが背負って生きることになる。その子供たちの子供もそうなってしまう。病院で出会った子供たちだってそうさ。だからバージニア州での裁判の前夜、俺は緊張なんてしていなかった。セリフを覚える必要もない。ただ真実を語ればいいだけなんだから。デップはさらに、こんなことが楽なわけがないってことは最初から分かっていたと語った上でこう続けた。でも思ったんだ。最後の一歩まで戦い抜くって。それで最終的にガソリンスタンドで働く羽目になったって、それでいいさ。昔だってやってたことだ。裁判後、パイレーツ・オブ・カリビアンの主演俳優として知られる彼のキャリアにも影響が出た。デップは以前、ザ・サンに敗訴した後、ワーナーからファンタスティック・ビーストシリーズを降板するように求められたと明かしている。ね、これで変わっちゃいましたからね。またディズニーはハードからの告発を受けて彼と決別したとされており、デップ自身もパイレーツシリーズにはもう戻らないと語っている。ということで現在もね、これ戻すんじゃないかなんて話たびたび出てくるんですが、ブラックカイマーがね、いろいろ動いてるなんて話もありますが、基本的にやっぱりね、ジョニー・デップはもうパイレーツには出ないと、この意志は固いんじゃないかなと思いますよね。どうですか皆さん。自分をね、早々に切ったこのディズニーの作品、出ます？これみんながみんなね、契約切ってるわけじゃありませんからね。あれ、ディオールでしたっけ？ここはね、ジョニー・デップを広告塔に使い続けておりまして、さらにその後もね、契約延長してるんですよね。一応現状では、このジョニー・デップはパイレーツ・オブ・カリビアンには戻らないと。デップはこう語って、その胸中を明かした。傷ついたよ。平気で嘘をついて、表では称賛してくれていたのに、裏ではひどいことを言ってるような偽善者どもを見るのはな。それでいて、金だけはしっかり受け取ってやがる。彼が言及しているのは、裁判の最中に彼に対して批判的な発言をし、過去には仕事で関わった業界の人間たちのことだった。これなんかディズニーを含んでそうですけどね。実際なんか言ってましたよね。ディズニーは自分のことをクビにしたのに、自分のグッズはたくさん売られてると。俺を裏切った奴が3人、はっきり思い浮かぶよ。そいつらは俺の子供たちの誕生日パーティーに来てた連中だ。子供たちを抱き上げて遊んでたような奴らがさ。でも立場的に俺を擁護できなかった人間のことも理解はしている。だって彼らにとって正しいことをするという選択こそが一番怖いことだったんだろうから。俺は MeToo 以前の人間だった。まるで MeToo のダミー人形みたいだった。ハーベイ・ワインスタインの騒動よりも前の話だ。俺はその全てを浴びて全部吸収した。だからこそ業界で何百人もの人と出会ってきた中で誰が安全策を選んだのかちゃんと見極めたかったんだ。そしてここですね。MeToo 運動が広く注目を集めるようになったのは2017年にニューヨークタイムズがハーベイ・ワインスタインによる性的不祥事を報じたことがきっかけだった。これはハードがデップに対して最初の告発を行った1年後のことである。ジョニー・デップ、裁判についての貴重な発言の中で、アンバー・ハードに恋をした自分はバカだったと語る。ね、ついに言っちゃいましたね。バカだったと。ここね、さっきからとありますが、これね、お人よしとか、すぐに騙されちゃう人、そんなニュアンスですね。つまりは愚か者、バカと。デップはそのインタビューで語り始めた。明らかに鈍感だったよ。俺みたいなバカは、時に相手の目に悲しみとか孤独みたいなものを見つけて、自分が救えるかもしれないって思っちまうんだよ。でも、善意は報われないって言うじゃないか。こっちが愛そうとして助けようとした時に限って、その目の奥にあった違和感とか不穏さがやがて別の形で現れてくる。でも面白いのは、それって俺の人生の中でほんの一遍に過ぎないってことなんだ。今回俺はその部分だけを取り出して見つめてみたんだよ。ということで今回ね、改めてインタビューというのを受けまして、このジョニー・デップ、その胸中を語ったということなんですね。で、明らかにね、この出会いというのは後悔しているようで、ここに関してはジョニー・デップね、非常にいいパートナーがいたにもかかわらず、若い女優にふらふら尻尾を振ってしまったというのはあるんですよね。今となってはね、それも後悔しているのかもしれません。そして、自身をですね、はっきりと、MeToo 運動においてのダミー人形だったと、このように言っているというわけなんですね。
で、冒頭にもお話ししましたが、この裁判ですね、先ほど言いましたような、割と単純化された話というのを皆さん知っているんじゃないかなと思います。が、これね、本当にそんな話ではないんですね。ちょっとここからね、以前も少しこのチャンネルでお話ししたんですが、おそらく知らない方が大半だと思うので、一体この裁判というのは何が起こっていたのか、ジョニー・デップは一体何と戦っていたのか、そのあたりをね、改めてお話ししますね。これね、日本人の方、ほとんど知りません。まず先ほど、2つの裁判があると言ってましたね。これ1つ目はイギリスです。2つ目がアメリカ。イギリスでの裁判は、ジョニー・デップ対ザ・サンで、ジョニー・デップは敗訴しています。2つ目は、ジョニー・デップ対アンバー・ハードで、このジョニー・デップが勝訴しました。でね、ポイントは2つ目の裁判となっていまして、これなんで起こったかと言いますと、これは先ほど言った通りですが、このアンバー・ハードがですね、ワシントン・ポストに自身の受けた家庭内暴力について論説を書くんですね。で、この中ではジョニー・デップという名前は出ていないんですが、明らかに誰が見てもジョニー・デップのことを言っているというのが丸分かりでした。これにより、このジョニー・デップはアンバー・ハードに対して名誉毀損裁判を起こしたと、こういった流れなんですね。なんですが、これにはですね、非常に大きな裏というのがありまして、それがね、こちらなんですよ。これね、日本の方ほとんど知りません。ACLU が350万ドルの寄付と引き換えに、デップ対ハードの裁判の核心となった記事の執筆を支援していたことが明らかに。ということで、皆さんご存知のジョニー・デップ対アンバー・ハードの裁判というのは、このワシントン・ポストにね、アンバー・ハードが寄稿した記事というのが原点になっているんですね。この中で言っていた人物がジョニー・デップだったのかどうか、ここが争われたんですね。なんですが、この元になったワシントン・ポストに寄稿された記事というのは、ゴーストライターがいました。アンバー・ハード書いてなかったんですね。皆さん、すべてが覆るでしょ。これアンバー・ハード書いてなかったんですよ。で、これを書いていたのが誰ですか？ここにあります。このチャンネルでもおなじみですね。ACLU、アメリカ自由人権協会だったんです。これね、このチャンネルで扱う題材の様々なところで登場しています。もう皆さんご存知ですね。ACLU です。このジョニー・デップ対アンバー・ハードの裁判の原点となった起爆剤となった論説というのは ACLU が書いていました。これが後に発覚したんですね。それがね、実際こちらに動画として上がっておりまして、ここね、ジョニー・デップいますね。ここで証言台にね、ACLU が上がるんですね。そして、この件について全て話して明るみになりました。ACLU は恥を知れ。間違いなく言えるのは、ACLU 関係者のやり取りを見た後じゃ、もう二度とこの団体に寄付や支援なんかしないってこと。意見記事は本当に卑劣で下品だった。アンバーはジョニー・デップが親切で寛大な男だったことに腹を立てて、必死に復讐しているようにしか見えなかった。ACLU には絶対一銭も寄付しない。この団体のやってることは本当に汚すぎる。ということでね、このコメント欄では結構ね、ACLU に怒ってね、もう寄付しないぞと言ってる方も結構いるようですね。ちなみにですね、映画評論家の、シティマウンテンさんいるでしょ？あの方ね、ACLU に寄付してるって言ってました。これ本人が言ってましたね。あーって思いましたけどね。ACLU はアンバー・ハードがワシントン・ポストに寄稿したジョニー・デップへの虐待告発記事の執筆を支援していた。これは彼女が離婚によって得た資金から350万ドルの寄付を ACLU に約束したことを受けての対応だった。ただ、そのうち少なくとも50万ドルはテスラの創業者、イーロン・マスクに関連する基金から拠出されたものだったと、木曜日、陪審員に向けて明かされた。ということで、今回の件はですね、アンバー・ハードが ACLU にジョニー・デップとの離婚の慰謝料から350万ドルを支払いますよと、このような約束の上に成り立っていたんですが、これも驚きましたよね。このアンバー・ハードですね、ACLU に寄付をしたとテレビ番組ではっきり述べていたにもかかわらず、寄付していませんでした。もうここで話が狂ってきちゃうんですね。ACLU は寄付してもらえるということで、このゴーストライターを引き受けているんですが、結局のところ不払いに終わっていると。そしてその一部を払っていたのはイーロン・マスクだったということで、本当どうしようもないですね、あの人ね。ちょいちょいいろんなところに顔出しますが、こういった話だったんですね。じゃあ、なんで ACLU がこんなことをやっているのかと言いますと、実はですね、これ、過去にも同じようなことをやっているんですね。これ非常に有名な戦略なんです。それがね、こちら、スコープス裁判。これね、俗にモンキー裁判と言われます。こっちの方がね、ご存知の方いらっしゃるかもしれません。テネシー州ジョン・トーマス・スコープス事件は、1925年7月10日から7月21日にかけて行われたアメリカの裁判である。この裁判では、高校教師、ジョン・トーマス・スコープスが、公立学校で人間の進化を教えることを禁じたテネシー州の法律、バトラー法に違反したとして起訴された。この裁判は開催地であるテネシー州デイトンという小さな町に注目を集める目的として意図的に仕組まれたものだった。スコープス自身は実際に進化論を教えたかどうか確信はなかったが、この裁判に被告が必要だったため、意図的に自らを罪に問う形で名乗り出た。
スコープスの弁護にはアメリカ自由人権協会がつき、ACLU はバトラー法の合憲性に異議を唱える目的で同法に違反したものの弁護を申し出ていた。ということでこちらね、何が起こったかと言いますと、このテネシー州でバトラー法というのがあったんですね。これは学校でね、進化論を教えるというのを禁じるという法でした。で、このバトラー法の裏にいるのはですね、この進化論というのが神への冒涜だとする保守的なね、キリスト教徒だったんですね。つまり人間というのは神から創造されていると、このように信じているため、進化論というのはあってはならないんですね。するとこの ACLU は、表現の自由や宗教の自由、これに反しているのではないかということで、このね、ジョン・スコープスという人物に目をつけるんですね。この人は教師だったんですが、学校でね、どうやら進化論を教えてしまったようだと。で、先ほどもありましたが、これ本人ね、あまり自覚していなかったようなんですが、ACLU がですね、この人物を見つけてきまして、このスコープスの違法性というのを声高に主張したんですね。そしてこのスコープスをバトラー法のもとに訴えさせたんですよ。そして ACLU がそのバックにつくことによって裁判を戦う。これによってこの問題を表面化させる。これが目的だったんです。これがね、スコープス裁判、俗にモンキー裁判と言われるものですね。でね、こう考えると、今回のアンバーハードの件というのは、このモンキー裁判そのものでしょう。この ACLU というのはですね、アンバーハードをネタに裁判を起こしたかったんですよ。つまり自分たちの主張があるんですね。じゃあそれが何だったのかというのがですね、こちら ACLU のサイトになりますが、ワシントンポストへの論説、これね、掲載されています。ここにね、書いてあるんですね。近年、MeToo 運動は私たちにこうした権力がどのように機能しているかを教えてくれた。それはハリウッドに限らず、あらゆる種類の制度、教育、宗教施設、あるいは特定のコミュニティの中にも存在している。あらゆる分野で女性たちは社会的、経済的、文化的な権力に守られた男たちに立ち向かっている。そしてこうした制度そのものも変わり始めている。ね、ここで MeToo と出てくるんですね。このことをジョニー・デップ言ってるんですよ。今こそ女性を守る制度を強化し、構築するための機会がある。まず手始めに、連邦議会は女性に対する暴力防止法を再承認し、さらに強化することができる。この法律は1994年に初めて成立し、家庭内暴力や性的暴力と戦うために制定された。また、警察による対応の改善にもつながり、LGBTQ の被害者に対する差別も禁止している。しかし、この法律への資金提供は昨年9月に期限が切れ、現在は一時的な延長措置で維持されているに過ぎない。ということで皆さん、これね、一応建前上はアンバーハードが書いていたということになっていた。その論説です。そんなわけないでしょ。アンバーハードこれ書いたと思いますか？正直ね、あの裁判を見てもわかりますが、そこまで教養のある方にも見えませんし、どちらかというとね、田舎のヤンキーみたいな、そういったのもね、ドッキリを仕掛けられた時に暴かれてましたよね。つまり、これというのはですね、もう丸々アンバーハードが書きましたという体で ACLU が書いてるんですね。これが ACLU の主張で、今回通したかったものなんですよ。ここに書いてあります。女性に対する暴力防止法を再承認するんだと。そして LGBTQ の差別も禁止するんだと。これなんですよ。つまり、このジョニー・デップとアンバーハードの裁判というのは、もうそのまんま、このスコープス裁判、これモンキー裁判を踏襲していて、この裁判のスコープスがアンバーハードだったというわけなんです。実際ですね、あの論説というのは、アンバーハードがね、自身の経験を語るという部分、一部採用されているそうなんですが、もうほぼほぼ全て ACLU が書いているんだそうです。つまり、このね、裁判というのは、一見ね、このハリウッドの大物スターが、この若手のチンチクリンに虐待されてひどい目にあったと、そんな単純な話で日本には伝わっているんですが、実際はですね、非常に根の深い、ジョニー・デップと人権団体の戦いだったということです。で、この ACLU というのはですね、右とか左とか基本的にスタンス決めていなくって、どっちにも噛みつき亀なんですね。なんですが、現在はですね、LGBT 用語ですね。特に子供になりますが、この保護というのを強力に推し進めておりまして、先ほどもありましたね、LGBTQ の差別をやめさせると、こういった動きを見せておりますので、どちらかというと今はね、左に偏った印象なのかなというような気はしますね。だからね、実際この裁判というのは結局ね、これ男女の話なんで、何が起こったかなんて2人にしかわからないんですよ。だから正直ね、プクタ一方的にね、ジョニー・デップの肩を持つつもりもないですが、一つ言えるのは、間違いなくこのアンバーハードはね、あの裁判の中で嘘をついてるんですね。それはもうはっきり見えていたので、やっぱり心情的にはね、ジョニー・デップに傾いてしまうというところはありますよね。こちらハリウッドレポーターですね。どんなことがあってもアンバーハードを守り続けます。気持ち悪い。この男は本当に気持ち悪い。彼は間違っていない。アンバーハードはそれを利用して、デップから搾取して金儲けしたんだから、そのせいで今や MeToo 運動は笑い物になっている。女性としてアンバーハードやブレイクライブリーみたいな連中には本当にうんざりする。
すごいよな。コメント欄で彼を叩いている偽善者どもは、もし相手が女性だったとしても同じことを言うんだろうか。こちらバラエティですね。彼にとってはいいことだ。ナルシストな虐待者を擁護するのはやめてください。気持ち悪いです。おいみんな、目を覚ませよ。ハードは録音の中で自分の虐待を認めているし、デップが彼女と同じ部屋にいるのに耐えられなかったって証言した目撃者もたくさんいるんだ。ホテルの部屋も別に従ってたし、彼女の暴力から逃れるためにトイレに隠れていたんだ。マジで目を覚ませ。なんて哀れな年老いた男なんだ。アンバーハードは彼のキャリアを潰そうとしたけど、真実が明らかになった。だからデップには今こそキャリアを取り戻してほしい。こちらピープルですね。なんて変人なんだ。あの暴力的な年寄り、いつになったらアンバーの話をやめるの？もう前に進んでいい加減彼女を放っておけよ。彼が注目を集め続ける唯一の方法は彼女のことを何度も蒸し返すことだ。本当に情けない。彼は汚名を晴らした後も新たなプロジェクトはなく、女性蔑視だけが彼を世間に存在させているため、アンバーを持ち出し続けている。ということでピープルやっぱりすごいですね。もうほとんどのコメントがアンチジョニー・デップとなっているというような状況ですね。こちらハリウッドのニュースアカウントもこれ伝えていますね。彼はハードとの名誉毀損裁判に勝ったけど、キャリアは明らかに回復していない。ティム・バートンが彼を起用していないのはちょっと意外だ。多分スタジオ側が彼と仕事をすることで反発を受けるのを恐れているんだと思う。MeToo 運動は本来生き残れたはずなんだ。もしデップが無実だとはっきりした時点で、リーダーたちが出てきて謝罪し、誤解を正していれば。でも、誰一人としてそれをしなかった。だからこそ俺たちはジョニーを愛しているんだ。彼は MeToo カルトに屈しなかった。はい、ということで本日はですね、ジョニー・デップがアンバーハードとの裁判を最新のインタビューで振り返ったという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。あくまでもね、今回ご紹介したのはジョニー・デップのインタビューということで、彼の主張にはなりますが、どうですか皆さん実際。ジョニー・デップは悪くないと思うでしょうか。それともアンバーハードは本当に虐待されていたんだと思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。いずれにせよですね、今日少しお話できましたが、一般的にね、日本で伝わっているような、そんな単純な話ではないということ。実際はね、この裏には人権団体というのがいて、この二人とは無関係のバイアスがかかっていたと。ある意味ね、このアンバーハードもそれに利用されたという形なんですね。ですので、この文脈は頭に入れておいてもいいんじゃないかなと思いますね。皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。